針やっても治るし、整体やっても治るし、薬飲んでも治る、そういうものもあります。でもどんな方法やっても治らない人がいます。それはじゃあどうしたらいいか。それはどこもやってないんです。私はそれが専門です。それが専門なんです。それはその人が求めれば、その求めたというその中にその人を良くするというサインが出るんです。求めなければ出ないんです。求めれば脳の奥の方に、それは自分が存在している理由があるからです。その存在している理由は病気になるために生まれてきたんじゃないんです。やっぱり生まれてくる理由、意味があるわけですから。だから最終的にはそこを自分が知らないと、そんなふうに生まれてきた自分がなんでこんな苦しむのかというそういう問題意識を持った時に、脳の奥の方、それは皆さんが持っているのは知識情報ですから、そういうもんじゃなくて、もっともっと動物として生物として自分は生まれてきたという、もう一番ベースになっている脳の組織といいますかね、そういう部分の中に病気で生まれることを良しとしてないんです。そうでないという形で生まれてきてるわけですから、じゃあなんで病気があるのかということの疑問をそこに投げかければ、そこにどうしたらいいかが出てくるんですよ。結果的にどうしたらいいかですけども、もともと病気になることで生まれてきたわけじゃない人間が今なってる。どうしてと、どういうふうに問いかけたらいいのかということ、これが勉強なんですよ。それをしていくと、奥の方で病気になることの上で生まれてきたわけでない自分がなんでそうなってるのかという投げかけをすると、脳の中であちこちに電気がつくんですよ。いろいろ電気ついて、ただ電気ついてるだけです。その電気ついてるところを見ても何もわからないんですよ。ただ脳の奥の方に電気ついてるだけですから、それをさらにもっと追求していく、それは自己探求ですから、そういうことをしていく中に、そういう電気がいくつか溜まってくるんですよ。溜まってくると、今度はそれよりは一つ上のレベルの何かになるんですよ。そしてさらにもっと自分が探求していくと、それがまたいくつかそんなものが集まってまたなってくる。これが何段階かあって、ようやく音になって単語になってくるんです。脳はそうなってるんです。そういうのを読むのが読脳って言います。検証寺とかオーリングで取るようなものとは全く似ても似つがない。検証寺の方は日本で一番最初私が書いたんですよ。筋肉反射も私の使った言葉ですよ。その前は以前はないんですよ。筋肉反射というのは、だから登録はしなかったんです。でも読の方は今登録してます。みんなデタラメで筋肉反射使うので、もう散々みんなに言われたんですけども、この次は登録した方がいいということなんで、その前はオーリングという言葉を使ってて、オーリング先生が登録しちゃったから使えなくなって、みんな探したのは筋肉反射という、私のそれをみんな使い出したというだけで、みんな筋肉反射はできてないです。だから筋肉反射もできてないけど、当然読の方もできないわけですけども、だからそれは医療じゃないですから、自分です。自分が本当はどうなりたいのかという、それをどこまで持ってるのか、それも持ってないの、ただ生まれてきて、ただ生きて、ただ食べて出して、そしてただ時間過ぎて死んでいくという人であれば、別にそんなこと必要ないわけですよ。それが辛いとかいろいろあることで、いろんな不幸があることで、なんで自分はそんな目に遭わなきゃいけないのか、なんでっていうこの問題ですよ。その問題がたくさんあればあるほど、なんで自分が生まれてきたのか、なんで苦労しなきゃいけないのかという問いかけが出てきます。それをもっともっと追求していくと、その奥の方に入っていくんですよ。そういう生活をしてない人、要するにこの昭和、戦後ですよ。ずっと親たちがやってきたことは、子どもたちに苦労をかけないと、あまり苦労させたくないということで、子どもたちは苦労しないような生き方をしてきた結果、子どもたちは自分の存在する意味をつかめない。今の70代80代みんなそうですね、自分が生まれてきたことの意味がわからない。そんな中で病気症状するわけですから、それにずっと振り回されて生きるという、そしてその治る方法もないという、今そうなっちゃったんです。もともと苦労するというのも、生きるということがどういうことなのか、この肉体を維持するということは食べなきゃいけない。そして食べて、それがちゃんと消化して肉になり、そして血になり、そしてその上でじゃあ何をするのか、何をするのかがなくて、そういうものを食べて肉も血になったとしても、それは生きないんですよ。目的もないし希望もなくて、ただゴロゴロしててという生活してて、食べる意味があるのかっていうふうになっていく、そういう人にとっては
病気症状っていうのはもうつきもんですから、だから病気なんて当たり前なんですけども、病気症状っていうのは一体何なのかというところからやっぱり勉強していかなきゃいけないですよね。